皆さんこんにちは、リッキーでございます。今日はなんとこの2品を持ち出してきました。前は THR2 を紹介させてもらったんですけども、こちらの動画のコメントでですね、リッキーさんこの THR102 とその8年前に発売されたという THR10、これの比較をしてほしいですとか、どんな音の違いがあるんですかって気になる方がおられたんですね。ということでその方のために今回はちょっと動画を撮ってみようかなと思います。その方のためはみんなのため。鼻毛がはい、それではこの2つをですね、まずデザイン的なところとか機能的なところからちょっと見比べてみましょうか。ででーん。さあ2つのねこれ表面のデザイン見ていきましょう。こちらが旧型 THR10。はい、なんか車線がねビュン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 って入ったような細かいのね、なんか鳥が飛んでるかのような優雅なデザインですね。こちらが新作でございます。新作 THR の方はこのヤマハの Y の字でしょうかね、これが羅列していてって感じなんですけども、これ注目してほしいのがこちら、このロゴがありますよね。このロゴが旧型は真ん中にあるんです。で新型はこちら端の方にあるんですね。これほら、こういったところね、やっぱデザイン好みの個人差が出てくると思います。私はこっちの方がいいよ、俺はこっちの方がいいやみたいな。で新型の方は少しここにふわって柵みたいなのがあって、でちょっとへこんでいるって感じですね、ここの面が。旧型の方は全部こう平面みたいな。それでは次上のパネルの方をズームして見てみましょう。はい、ということでこんな風にね並べてみました。こちらが旧型、こちらが新型で、まず注目してほしいのは電源スイッチの形が違います。旧型はトグル式っていうもの、そしてこちらはボタン式という風になっております。でチューナーとかが使えるこの画面とかタップのこのボタンはまあ一緒のように見えて、実はちょっとちゃうなこれ。なんか旧型の方はツルツルなんですけども、新型の方は結構マットな感じの手触りでございますね。そしてつまみの感じはまあ一緒かなっていう感じですね。で文字のフォントも一緒かな。でこれ色が違うんですね。旧型の方って結構淡い感じで薄い感じ、新型の方はより濃いクリーム色になったような色の違いもありますね。はい、そして回り回ってこちらインプット、この形がまず違いますね。旧型の方って結構こうやってなんかネジみたいなのが露出したような形になってて、新型の方はこのようにふっと低い線インプットになっておりますね。ワイヤレスレディというね、ここを一番注目してほしいっていうのがヘッドフォンのねあれを指すとこなんですけども、この旧型の方のフォンは結構こういうなんだろう、このタイプですね、標準プラグのやつ、これのヘッドフォンがこうさせれるってやつなんですけども、新型の方はこれ見てください、ミニプラグ、言うなればイヤホンとかの、ちっちゃいやつですね、あれがさせるっていう、この標準プラグのね先っぽに変換プラグつけてこうミニプラグに対応させればこっちでも、使えるのは使えるんですけども、こういう違いがあると。で AUX 端子、旧型の方は若干これとつってますけども、新型の方はへこんでると、そういった違いもあり、はい、色面白いですね。この銀の持つところは全く変わらないという感じですね。はい、で裏面なんですけども、こちら旧型、こちら新型。新型はもう全部ブラックな感じになってて、旧型の方はここまでクリーム色になってて、あとは黒色っていうバッグになっておりますね。はい、ということでデザイン面とかなんか使い心地について解説してきましたけども、僕的にはどうなのかって結構視聴者さんもね気になっているかもしれません。気になっていないかもしれない。リッキーのそんな好みなんで知らねえよみたいな方も多いかもしれない。でも僕は言いたい、僕どっちが好きかというと、実は旧型のデザインの方が好きだったりしますね。こちらなんかこうロゴが真ん中にあってバランスがいいっていうのもあるし、新型の方は Y の連続みたいな感じなんですけども、こっちは、車線のバンバン結構スタイリッシュな、イメージがあって、こっちの方が好きかな。で電源のこのトルグもこっちの方がヴィンテージ感があって好きかなっていうのがあります。後ろのクリームとブラックのこの二面性っていうのも僕評価するかなって思うんですよ。で個人的にはこのデザインでこの機能性のやつが欲しいみたいな、そんなわがままなリッキーでございますけども、言うても音の違いをね比較っていうのが一番のところですよ。さあこれからやってみましょう。公平に音を取るためにどちらもシールドを使ってやります。ほんでアダプターをですね、ぶっ刺してやってみようと思います。でつまみはですねもう全部真ん中。まずはクリーンチャンネル、クランチチャンネル、
リードチャンネル。次、ブリッドハイチャンネル。次、モダンチャンネル。でここでですね言っておきたいのがあるんですけれども、だいたい7年前2011年とかに 10X とか 10C っていうものが発売されてたんですね。でそれぞれとこの THR2 実は関係があって、 THR2 では3つのモードがありましたよね。クラシックモード、ブティックモード、モダンモードって、これ実はクラシックモードっていうのがこれ普通の THR10 の音をさらに改良したっていうモードで、前の 10C っていうヴィンテージアンプのモデリングっていうのが今回のブティックモードなんですよ。前の 10X っていうハイゲインスタックアンプのモデルっていうのが今回のモダンモードなんですね。でここで重要なのが、今回の新作っていうのは前のをそのまま持ってきたんじゃなくて、さらに改良してよくやったぜっていう、そういうモデルにしたということですね。なので今回はこの普通の THR との弾き比べなので、クラシックモードを使って弾き比べていきたいと思います。いきます。クリーンモード。クランチモード。リードチャンネル。次、ハイゲインチャンネル。前はねこのブリッドハイとかモダンだったんだけど、今作ではハイゲインスペシャルっていう風に変わっております。次、スペシャル。はい、それでは双方のゲインの機器についてやっていきたいと思います。こちら旧型の THR10 の方はですね、例えばリードチャンネルにしてゲインを真ん中ぐらいにしてみましょうか。マックスにしてみましょう、ゲインを。こう歪みの下限と上限が狭い感じがするんですけども、 THR2 の方やってみましょう。リードチャンネル、ゲインまず真ん中で、割ともうゲイン真ん中よりちょっといったぐらいで、こちらのマックスに近いような歪みが得られました、 THR2 の方では。じゃあゲインマックスにしてみましょう。結構歪むんですね。ほんで、旧型の方の THR10
でモダンにしてゲインマックスにしてみましょう。な感じになるんですけども、つまりゲインのピークがこう達してしまってこうファズがかったような音になるんですけども、こっちの例えばスペシャルでゲインマックスやってみます。でそこまでねファズにもならずにまだまだ余裕があるぜっていう、さすがやっぱり 20W まで許容範囲を得ている、そしてヘッドルームがこう余裕がある感じが出ていますよね。で次に注目してほしいところ、ちょっと近づいてみましょうか。この双方のそのリバーブ、スプリングリバーブの違いについてお話ししたいんですね。クリーンチャンネルにしてこれスプリングリバーブ今かけてます。でちょっと強めにかけてみましょう。スプリングリバーブってバネのやつのリバーブですね。これこちら THR-10-2 の方のリバーブ聞いてみましょう。ちょっと強めにかけてみます。はい、これスプリングリバーブを使ったことがある方とか好きな方はすぐ分かるかもしれませんけども、こっち THR-2 のスプリングリバーブの方がバネっぽいんですよね。響き方がピチョピチョピチョーンっていう感じ、感じがねこちらよくできていると思います。こっちはどっちかというとプレート感のあるスプリングリバーブみたいな印象を受けました。そして旧型の方は結構リバーブの効きが早いですね。スプリングリバーブ0.1あたりのレベルでやっても結構響く感じで、ボリュームなんですけども、こっちは 20W で旧型の方は 10W なんですけども、最大にしてみてもあんま家庭でね最大にすることはないと思いますけども、じゃあこっちは音量的にはねそんな差はないです。じゃあなんで 20W と 10W そんな違いがあるのって言ったら、やっぱり THR-2 の方は 20W ってだけあって許容範囲がさっきも言ったようにもういろんな意味で広い、そういった違いがありました。はい、それではですね、お梅さんをお呼びしてね、客観的にこれ目隠ししてもらって聞いてもらって、どっちの方がなんか音がよく聞こえたかっていうのを聞いてみたいと思います。イコライザーね、さっきフラットにしておったらちょっと分かりやすいかなと思って、アンプの特性が出るので、なので僕なりにちょっといじってなるべく同じような出音みたいなセッティングにして弾いたらどうなるかっていうのをやっていきたいと思います。お梅さんいいですか？はい。よし、いきます。フロント。という感じでございます。じゃあもう一つのフロント。個人的には B かな。こちらを向いてください。はい。
B は THR9 型でございます。あ、そうですか。そうでしたね。はい、それではお梅さんよ、はい、次はね、一番歪むチャンネルモダン、まあこっちよりスペシャルっていう風にやってちょっと聴き比べてもらいたいなと思いますよ。はい。こんな感じでございます。いくぞ。A か B か。 A、こちらを向いてください。 A は THR2 でございます。ですよね。なるほど。わかりやすい。歪みの方はより分かりやすかった。いやもう格段に違うよね。格段に違う。もうやっぱ俺も思った。厚みがもうなんかもうこんだけ進化したかって感じ。なんかやっぱりミニアンプ感のある歪みだった旧型は。ただ THR2 はもうなんかもう普通のコンボアンプ、家庭用のマーシャルだったからなんかもうそんぐらいのモデリングになってきたなって思いましたね。じゃあ次はですね、お梅さんにギターを弾いてもらって僕がちょっと弾きギターをやるみたいなやっていきます。ではお願いします。クリーンに関しては A の方が俺はよく感じたかな。 A の方が。はい。ということは俺は THR2 を選んだよ。おほう。いやね音の広がりがあったね THR2 の方は。なんか余裕がある感じ。こっちはなんか余裕がない感じに聞こえた。ということで皆さんデザイン面、音質面とかどうだったでしょうか。本当はねなんかこうやってコンデンサーマイクでいいマイクでこう撮りたいんですけどね、そしたらもっと違いが分かるかもしれないですけども、まあどうだったでしょうか。今回の動画参考になったと思っていただけたらグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。リッキーでございました。果てしない通路のマルチミサイル。